こんにちは、ロック204チャンネルです。この動画では、Python を使って、Jupyter ノートブック上で対話的な GUI を驚くほど簡単に作成できるライブラリー、IPuejets について、基本からわかりやすく解説していきます。データ分析や可視化がもっと直感的で楽しくなりますので、ぜひ最後までご覧ください。まずはじめに、IPuejets とは一体何なのか、その概要から見ていきましょう。IPuejets は、Jupyter ノートブックや Jupyter ラボ、Google コラボラトリといった対話型の実行環境で、グラフィカルな操作部品、つまり GUI を手軽に作るための Python ライブラリーです。これを使えば、スライダーで数値を変更したり、ボタンをクリックして処理を実行したり、ドロップダウンリストから項目を選んだりといった操作が可能になります。皆さんの Python コードと連携させることで、ユーザーが直接データを操作したり、モデルのパラメータをリアルタイムで調整できる、非常に動的なノートブックを作成することができるんです。IPuejets には、本当にたくさんの種類のウィジェットが用意されています。例えば、数値を入力するための INT スライダーやフロートスライダー、テキストを入力するテクテリア、複数の選択肢から選ぶためのドロップダウンやチェックボックス、処理のきっかけを作るボタンなど、基本的な部品はすべて揃っています。さらに、日付や色を選ぶピッカーや、処理の進捗を示すプログレスバーもあります。そして、これらのウィジェットを縦や横にきれいに並べるための、HBox や VBox といったレイアウト用のコンテナも豊富に用意されているので、本格的な GUI を構築することも可能です。では、ここからは具体的なウィジェットの使い方をコードとともに見ていきましょう。まずは基本のボタンです。コードはとてもシンプルです。widgets.button でボタンのインスタンスを作成します。ディスクリプションでボタンに表示するテキストを指定できます。次に on_ ボタン_clicked という関数を定義し、これがボタンが押された時に実行される処理です。最後にボタン on_click に先ほど定義した関数を渡すことで、クリックイベントと関数を紐付けます。ディスプレイボタンでノートブック上にボタンが表示され、クリックすると、ボタンがクリックされましたというメッセージが出力されます。次に、数値を直感的に変更したいときによく使われるスライダーです。widgets.int スライダーと書くことで、整数値を扱うスライダーを作成できます。このサンプルコードでは、2つのスライダーを作成し、VBox というウィジェットを使ってこれらを縦に並べて表示しています。マウスでスライダーのつまみを左右に動かすだけで、プログラムに渡す数値を簡単に変更できるのが大きな利点です。続いては、オンとオフを切り替える、チェックボックスです。widgets.checkbox で作成できます。バリューで初期状態を、ディスクリプションでラベルのテキストを設定します。チェックボックスの状態が変わったことを検知するには、observe というメソッドを使います。状態が変化すると、登録しておいた on_ チェックボックス _change 1関数が呼び出され、新しい値チェンジ1重引用符入1重引用符に応じて、オンになりましたまたは、オフになりましたというメッセージを表示する仕組みです。複数の選択肢の中から一つを選ばせたい場合には、ドロップダウンリストが便利です。widgets.dropdown で作成し、オプションズ引数に選択肢のリストを渡します。これもチェックボックスと同様に、オブザーブメソッドを使うことで、選択項目が変更されたタイミングを捉えることができます。ユーザーがリストから新しい項目を選ぶたびに、on_ ドロップダウン_ チェンジ関数が実行され、どの項目が選択されたかを出力します。さて、ここからは IPuejets の中でも特に強力で、そして非常に使いやすいインターアクト関数についてご紹介します。このインターアクト関数は、これまで見てきたようなウィジェットと、皆さんが作成した Python の関数を、なんと、自動的に結びつけてくれる魔法のような機能です。関数の引数を解析して、その引数に最適なウィジェットを自動で生成し、ウィジェットの値が変更されるたびに関数を再実行して結果を更新してくれます。こちらがインターアクト関数の基本的な構文です。まず IPuejets からインターアクトをインポートします。そして、操作したい関数を定義します。
あとはインターアクト関数に、先ほど定義した関数名と、その関数の引数に渡したいデフォルト値を指定するだけです。インターアクトは、渡された値の型からウィジェットを賢く推測します。例えば、整数や小数を渡せばスライダーが、文字列を渡せばテキストボックスが、そしてリストを渡せばドロップダウンリストが自動的に生成されるというわけです。今回は、IPUjets とインターアクト関数について説明します。まずは、こちらのプログラムを実行してみましょう。すると、このようにボタンが表示されます。ここでボタンをクリックすると、ボタンが1回クリックされました。2回クリックされました。のようにボタンの下に表示されます。それでは、プログラムを見ていきましょう。1行目は Python.display は画面にボタンなどのウィジェットを表示するために用います。また、2行目の IPYYdets はボタンなどのウィジェットを作成するためにインポートします。次にボタンを作成するには、widgets.button と書き括弧の中に description クリックしてくださいとボタンの上に表示する文字を指定します。そして、このボタンを表示するには、17行目ディスプレイ括弧ボタンとします。またボタンが押された回数をカウントする変数 A を例で初期化します。このボタンが押された時のクリックイベントは、14行のように、ボタンドット、オンクリックの括弧の中に呼び出す関数名オンアンダーラインボタンアンダーラインクリック度を書きます。この関数が呼び出されると、変数 X に1を加算し、プリント文で、ボタンが A 回クリックされましたと表示します。このようにボタンをクリックすると、クリックされた回数が表示されます。次に、インターアクト関数を使用したプログラム例を紹介します。IPUjets の最も強力で使いやすい機能の一つがインターアクト関数です。これは、Python の関数とウィジェットを自動的に結びつけ、関数の引数に応じて適切なウィジェットを生成し、ウィジェットの値が変更されるたびに関数を実行して結果を更新します。まずは、サンプルプログラムを実行してみましょう。こちらのテキストボックスの値を変更してみましょう。すると下の文字列がリアルタイムに変更されるのがわかると思います。こちらのスライダーのハンドルを動かしてみます。すると、このように波形が変化します。それでは、プログラムを見ていきましょう。最初に、IPUjets、IPython.display、numpy、matplotlib.pyplat をインポートします。まずはこちらのテキストボックスを表示するには、9行目のように、widgets.interact とし括弧内に、呼び出す関数名グリートを、次に name 一重引用符ワールド一重引用符と書きテキストボックスを生成します。ワールドはテキストボックス内に表示する規定値です。関数グリートが呼び出されると、テキストボックスの下にプリント文で、ハロの文字とテキストボックス内に入力された値が表示されます。もう一つのウィジェットは、周波数を設定するスライダーです。widgets.interact と書き括弧内に呼び出す関数名プロットアンダーラインサイン。次にフリークエンシー 0.1、5.0、0.1 と書きスライダーを生成します。0.1 はスライダーの最小値、5.0 は最大値、0.1 は刻み値となります。呼び出された関数プロットアンダーラインサインでは、スライダーフリークエンシーより初期値 1.0 が渡されます。次に X 軸に0から2 π までの範囲を、400個の等間隔な数値で分割した numpy 配列を作成し、それを変数 X に格納します。また Y 軸には、サイン、フリークエンシー ×X の値を格納します。そして plt.plot、x、y でグラフをプロットします。このスライダーを動かすと、このようにインタラクティブにグラフが変化します。最後に、Jupyter 環境での表示をより豊かにする IPython、ディスプレイ関数についても触れておきましょう。これは、プログラムの実行結果を、単なるテキストとしてではなく、画像、HTML、マークダウンといった、より表現力豊かな、
リッチな形式で表示するための強力なツールです。例えば、HTML コンテンツを表示する例です。IPython ディスプレイからディスプレイと HTML をインポートします。そして、ディスプレイ関数の中に、HTML コードを文字列として渡した HTML オブジェクトを入れるだけ。すると、このように見出しや段落が HTML としてきちんと解釈され、整形された形でノートブック上に表示されます。マークダウンも同様です。マークダウン関数をインポートし、見出しやリストといったマークダウン形式のテキストを渡せば、このように整形された綺麗な見た目で表示してくれます。レポート作成などで非常に役立ちますね。もちろん、画像の表示も簡単です。イメージ関数を使います。ローカルにある画像ファイルのパスを指定したり、ウェブ上の画像の URL を直接指定したりすることで、ノートブックに画像を表示できます。width や height を指定して、表示サイズを調整することも可能です。今回は IPython のディスプレイ関数について紹介します。IPython のディスプレイ関数は、Jupyter ノートブックや IPython コンソールなどの対話的な環境で、Python オブジェクトをリッチな形式で表示するための強力なツールです。単にプリント、関数でテキスト出力するだけでなく、画像、HTML、マークドオン、LaTeX、オーディオ、動画などをそれぞれの適切なフォーマットで表示できます。HTML コンテンツを表示する例を見ていきましょう。最初に IPython のディスプレイモジュールより、ディスプレイ関数と HTML 関数をインポートします。そしてディスプレイ関数の中に HTML 関数を書き、この中に HTML コードを記入します。それでは、これを実行してみましょう。するとこのように HTML コードが実行され内容が表示されます。次はマークダウンコードを実行する例を見ていきましょう。先ほどと同様に IPython のディスプレイモジュールより、ディスプレイ関数とマークダウン関数をインポートします。そしてディスプレイ関数の中に、マークダウン関数を書き、括弧の中にマークダウン形式の記述を書きます。実行すると、このように大きい文字で見出しが、そして、リストアイテム1、2が箇条書きで表示されます。次は画像を表示する例を見ていきましょう。今回は IPython のディスプレイモジュールより、ディスプレイ関数とイメージ関数をインポートします。画像ファイルを表示するには、ディスプレイ関数の中にイメージ関数を書き、括弧内にファイルのパスを書きます。そして、画像の大きさを設定するには、幅を width、高さを height として設定します。ただし Google コラボの場合、画像ファイルは事前にアップロードしておく必要があります。ブラウザーの画像を表示したいときは、7行目のように、イメージ関数の中に URL を設定します。すると、このように画像を表示することができます。最後に音声ファイルを出力したい場合の例を見ていきましょう。最初に IPython のディスプレイモジュールよりディスプレイ関数とオーディオ関数をインポートします。そしてディスプレイ関数の中にオーディオ関数を書き、括弧の中にオーディオファイルのパスを書きます。この場合も事前にオーディオファイルをアップロードしておきます。このコードを実行すると、このようなプレイヤーが表示されます。それでは非表示にして、もう一回実行してみましょう。ファイルを読み込んでプレイヤーが表示されます。再生ボタンを押すと音声が出力されます。YouTube で見つけたちょっと興味深い動画について掘り下げてみましょうか。どんな動画ですか？今回の内容をまとめます。IPython を使えば、Jupyter 環境でインタラクティブな GUI を驚くほど簡単に作成できます。特にインターアクト関数は非常に強力で、データ分析やパラメータ調整を直感的に行う上で大きな助けとなります。また、ディスプレイ関数を組み合わせることで、より表現力豊かなノートブックを作成することが可能です。皆さんもぜひ、ご自身のノートブックでこれらの機能を試してみてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったという方は、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。